んにちは、まいです。今回は島クリエイトに使えるちょっとした隙間を埋める可愛い家具の組み合わせについての特集です。真似するだけ簡単なのと色違いの組み合わせや作り方も全てお見せします。それでは早速ご紹介いたします。1つ目の組み合わせです。縦3マス横 1.5 マスを使います。材料は木箱、箱椅子、ランタン、匠ライフの植木鉢、松ぼっくりの5つです。作り方の紹介です。箱椅子は木箱よりちょっとずらしておきます。植木鉢はロゴが見えないように後ろ向きにします。松ぼっくりは木箱とまっすぐになるように置きます。完成です。ちなみに色違いの組み合わせとしては明るい色にリメイクするとより可愛い感じになります。これだと植木鉢の色が浮いてしまうので白系や淡い色の花を持ってくるといいと思います。明るい感じのナチュラルな島を作っている方におすすめです。使用例です。2つ目の組み合わせです。材料はシティサイクル、丸太のスツール、つば広ストローハット、白のヒヤシンス、白のコスモスです。作り方の紹介です。花を対角線に植えるのがポイントです。色違い案としてはシティサイクルや花を変えるだけで少しだけ雰囲気が変わってくると思います。使用例です。3つ目の組み合わせです。縦3マス横2マス使います。材料は街灯、シェフレラ、樽、積まれた袋、ポット苗セットです。作り方の紹介です。色違い案としては樽以外は変えられるのでいろんな組み合わせがあります。島の雰囲気や周りの色に合わせてアレンジしてみてくださいね。使用例です。町や住宅街などにある街灯の近くに置いた例です。4つ目の組み合わせです。縦2マス横2マス使います。材料は収穫した小麦、デコイ2個です。作り方は簡単です。他の組み合わせとしてはデコイの色を変えるのでもいいのですが、ウサギのオブジェクトなどを使っても可愛いと思います。人参をあげても可愛いですね。使用例です。川や池など水の近くや畑の近くにおすすめです。5つ目の組み合わせです。縦2マス横3マス使います。材料はミルク缶3個と横向きの丸太の柵です。作り方は簡単で柵の後ろにミルク缶を置くだけです。他の組み合わせとしては柵を変えたりします。パーテーションポールなどとも相性が良いですね。他の色は白がおすすめです。ミルク缶の後ろに島と練り粉を置くのも可愛いと思います。ミルク缶を1つだけロゴをつけてもいいかもしれません。使用例は次のと一緒にお見せいたします。6つ目の組み合わせです。縦3マス横 1.5 マス使います。材料は丸太のソファ、丸太のスツール、コーヒーカップ、ヒヤシンスです。丸太のスツールはソファーの前に半マスずらしておきます。実際に座れないので完全に飾り用です。他の色や家具の組み合わせとしては
コーヒーカップをポケットブックにしたり、花の色を変えたりします。マイデザインはなくてもいいのですが、お好きなものをお使いください。使用例です。5つ目と一緒に組み合わせて使っています。7つ目の組み合わせです。1マス使います。材料はキノコの原木と丸いキノコです。作り方は乗せるだけ。他の組み合わせは丸いキノコを木の実のランプにします。キノコの原木のキノコの色に合わせて上に乗せるものの色を合わせるのがいいと思います。使用例その1です。つるの近くに置いたり自然が多い場所に置いたりします。使用例その2、広葉樹などを木の近くに置いても可愛いと思います。8つ目の組み合わせです。1マス使います。材料は落ち葉のスツールと松ぼっくりです。作り方は乗せるだけ。松ぼっくりの他にどんぐりにしたり乗せるもので印象がかなり変わると思います。埴輪もおすすめです。組み合わせ例です。何か大きな家具の近くにちょこんと置いてみると可愛いですね。9つ目の組み合わせです。縦2マス、横2マス使います。材料はお好きな埴輪2体とキノコのスツール、遺跡の腰掛け、落ち葉の焚き火です。作り方の紹介です。完成です。落ち葉の焚き火が手に入らない方は焚き火や飯盒など火がつくものがおすすめです。使用例です。木の間に忍ばせても可愛いと思います。10個目の組み合わせです。縦5マス、横 1.5 マス使います。横向きバージョンも後で紹介します。材料はホラ馬車、木箱2つ、バター攪拌機、ボトルディスプレイ、積まれた袋です。まずは縦バージョンの作り方です。色違いバージョンを作ります。バター攪拌機の代わりにメニュー黒板もおすすめです。ちょっとした移動販売のお店になりましたね。次は横向きバージョンを作ります。余ってるマス数に合わせて向きを変えられるのでおすすめです。使用例です。道の端に置いています。ちょっと広めで何か置きたいなという時におすすめの組み合わせです。隙間を埋める家具の組み合わせはいかがだったでしょうか。メンバー限定でこの組み合わせからさらにプラス5セットを追加したものを公開しています。もっと知りたいよという方はぜひメンバー登録をお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンもお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。